どうも、リュウクです。今回はコードオブベルからこの Annex Liner 2と Annex Kit っていう新製品のサンプルをお借りできたので、最初に触ってみて良さそうだなと思った点と少し不安だなと思った点、それぞれ話していきたいと思います。それでは行ってみましょう。まず最初に Annex Liner 2の良さそうだなと思った点から話していきます。まず1つ目は、前作の Annex Liner に比べて一回り大きくなったことで iPad の11インチがすごく入れやすいサイズ感になったっていう点です。前作の Annex Liner はこの iPad11 インチに対してかなりギリギリのサイズ感だったんですが、今作は見てわかる通り結構ゆったりと入れることができます。この中に少しクッションの入ったスペースがあって、このジッパーは iPad を入れてしまうと閉めることはできなくなってしまうんですが、十分余裕を持って入れることができて、かつそれなりにクッションで守られているので、11インチの iPad を持ち歩くバッグとしてもかなり重宝するんじゃないかなって思います。地味に嬉しいのが、この Apple Pencil を入れる場所として反対側の中央にペンスロットがあるので、ここに Apple Pencil を入れることで iPad から Apple Pencil を外した状態で持ち歩くことができます。Apple Pencil は結構 iPad にずっとつけといてしまうと、なんとなく過充電の不安があったり、あとはずっと外しっぱなしにしておくのもバッテリーがゼロになってしまうとバッテリーの寿命がすごく短くなってしまうっていう懸念があるので、持ち運ぶ際はこのように別の場所に固定しておけるとすごくいいなって思いました。とは言っても、おそらくソフトウェア側でバッテリーの寿命が一番最大になるように制御してくれてるとは思うので、この iPad の上部につけて持ち運びたいよっていう人でも、サイズギリギリでジッパーを閉めるとペンシルだけ飛んでってしまうみたいな、そういった心配がないぐらいすごくいいサイズ感に仕上がってるなと思います。次に良かった点が、ここの外側の拡張スペースが、全体のサイズが大きくなったことでさらに大容量になったっていうところです。このスペースは展開すると三角形の形でかなり広いスペースになっていて、この上からもアクセスできますし、この一番三角の頂点のところからもアクセスすることができます。これだけ容量があるので、こういった折りたたみ傘だったり、こういうヘッドホン、あとやろうと思えばこういうトラックボールマウスなんかも余裕で入っちゃいます。あとこの中にはこういった鍵をマグネットでくっつけておけるリングが縫い付けられてるんですけど、この全体の容量が大きくなったことで、ここに物をたくさん入れていてもゆったりと鍵を取り出せるっていうのもすごくいいなと思います。3つ目はカスタマイズ性についてです。前作同様、この Annex Liner にはものすごいたくさんループだったり D カンだったり、ストラップのところにもこういうスタビライザーストラップをつけれるような構造だったり、調整して引っ張る側のベルトも別の場所に留めておけるようにカラビナ状になっていたりと、このサイズのバッグとは思えないほどカスタマイズ性に優れています。個人的に好きなのはこの拡張スペースをこのバックルでギュッと縮めておくことで、ここに物がいっぱい入っていても結構コンパクトに収められるっていうのと、あとはこの拡張スペースの裏側にこういったベルトが2本縫い付けられています。ここもループ状になっているので、例えばこういったキーリルなんかをこの奥側にくっつけることで、このように表面に出ない状態でさっと鍵なんかにアクセスできるので、こういった見えないところへの心遣いというかカスタマイズする楽しさをすごく大事にしているのは評価が高いです。次の良さそうだなと思ったのが、このメインジッパーが前作より開けやすくなったという点です。前作はここのジッパーがこのちょっと下がったところまで来ていたんですが、今作はこの頂点のところまでがジッパーになっているので、ここまでしっかり開くことができます。前作は一回り小さかったのに対して今作は少しだけ大きくなっているので、ジッパーがこのちょっと下がったところまで開かなくても十分中を見渡すことができますし、比較的軽い力で開け閉めしやすくなったので、一番頻繁に使うスペースのジッパーの使い勝手としては非常に良さそうだなと思います。ここまでが Annex Liner 2の良さそうだなと思った点です。ここからは少し不安だなと思った点を話していきます。
1つ目はここのバックルがマグネット式ではなく、こういうシンプルに両指で押すタイプのバックルっていうところです。結構これだけふんだんにいろんなパーツを使っているので、この辺のバックルがフィードロックだったらいいなって思うんですが、このアネックスライナー2についてはバックル自体は2つついてるんですが、両方ともこの指で押すタイプのバックルになってます。ただ見てわかる通り、ここのストラップ自体は D カンでいくらでも好きなものに変更できるので、自分の好みのストラップに交換してしまえばそこまで気にならないんじゃないかなと思います。2つ目は使いこなすのが結構大変そうっていうところです。コード・オブ・ベルの製品は全体に言えるんですが、ポケットの数もものすごい数ありますし、全体の構造もかなり独特です。ストラップ1個取ってもこの複雑さなので、シンプルなバッグが好きな人にとってはちょっと難しいかなと思います。機能性の濁流を浴びてる感じですね。逆にこういうゴテゴテしたデザインが好きだったり、自分の好きなようにカスタムするのに楽しさを感じるっていう人はものすごく合ってる製品だと思います。3つ目は13インチクラスのデバイスは入らないっていう点です。先ほども言った通り、この11インチクラスの iPad がゆったりと入るということは、13インチクラスの iPad だったり MacBook も一瞬入るんじゃないかなっていうサイズ感なんですが、入れてみたらギリギリ入らなかったです。そもそもこのぐらいのバッグで13インチクラスの iPad だったり MacBook を持ち運ぶっていうのはあんまりやりたい人はいないかもしれないんですが、サイズ感的に入らなくもなさそうなので、ここだけ注意した方がいいと思います。以上がアネックスライナー2の良さそうだなと思った点と少し不安だなと思った点でした。次はこっちのアネックスキットについてレビューしていきます。このアネックスキットの良さそうだなと思った点は、まずこの見た目で一発でわかるバンジーコードがついたっていうところです。パッと見はクロスパックやクロスポットのようなこの表面にロールトップのついた、コード・オブ・ベルといったらこのデザインっていう感じの見た目なんですが、今回初めてここの上からこういったゴム製のクリップのついた紐で固定することができるバンジーコードがつきました。なんでこれがつくと嬉しいかというと、折りたたみ傘なんかの長いものを中に入れずに固定しておけるからです。こんな感じで横から通してもいいですし、ここのクリップを外してここに固定してもいいですし、あとはこの傘自体にこういう紐がある場合は、この紐を通して固定することでこうスポッて抜けて落ちてしまうっていうのを防止できます。クロスポットなんかは結構ここの拡張スペースが大きいので、この中に傘を入れられないこともないんですが、このクロスポットの場合はちょっと小さめなので、こういうオートクロージャーのついた折りたたみ傘なんかは収納できません。その代わりにこういったバンジーコードがついてるんで、サイズ感をちょっとコンパクトにしつつも機能性は損なっていないっていう工夫がなされているのがすごく良さそうだなと思いました。あと単純にこのぐらいのコンパクトなスリングバッグというかショルダーバッグでこういう本格的な折りたたみ傘を固定できるっていうのは結構珍しいので、そういったところでもポイントが高いです。次に良さそうだなと思ったのがこのしっかりとしたトップハンドルです。このトップハンドルはバックパックのトップハンドルさながらのかなりしっかりとしたナイロンベルトになっていて、持ち心地もすごくいいです。こう裏側が少しくぼんでいて、断面でいうとちょっとこう三日月型のような素材が使われているので、こういう長い紐のバッグは結構取り回しがしづらいんですけど、こういう短いハンドルでかつかなりしっかりとつかめるのがついてるのは嬉しいなと思います。あとは結構このアネックスキットは中を広げるとこう外側にせり出してくるなんか長財布みたいな展開の仕方をするので、この中を開けたり見たりする際もこのハンドルがかなり役立ちます。人によってはこのハンドルのところにバッグハンガーなんかを引っ掛けて宿泊先のクローゼットなんかにこうかけてこの中を取り出したりみたいな使い方もできるかもしれません。次に良さそうだなと思った点はこの長財布のような構造です。こう裏返すと分かるんですが、こういった感じで中は本当にカードとかが6枚ぐらい入る小分けポケットだったり、こういうお札が入りそうな長いポケット
あと独立したコインケースのようなポケットがこの1枚のパーツで収まっているので、ここだけで現金だったりレシートだったりいろんなものをこの一つのセクションで完結できます。ここは結構硬い芯材が使われてて、この側面のところと底のところは密閉された柔らかい素材になっているので、ここに物を入れてもこの外側に小さいものがこの底の部分から飛び出してこうメインのスペースに出てしまうっていうことはありません。なのでここに現金やカードを入れて、ここにモバイルバッテリーだったりイヤホンを収納しておくみたいな、この一つのスペースで視認性を担保したままめちゃめちゃ整理整頓がしやすい構造だなと思いました。あとはこのセクションのここに大きなポケットがあるので、こういったプロマックスサイズの iPhone なんかをぴったりここに入れておけるのもすごく使いやすそうです。メインの財布を小さくして、こういうところで現金だったりピン札なんかを管理するみたいな使い方もできますし、個人的には現金を頻繁に使うようなフェスやイベントなんかでこのバッグを使うのがすごく良さそうだなと思いました。次に良さそうだなと思った点がフィドロックバックルです。さっきのアネックスライナー2の方には備わっていないんですが、こっちのアネックスキットの方はこういった感じでフィドロックのバックルが1つ備わっています。この斜めにスライドするタイプは結構個人的にも気に入っていて、すごく脱着が楽で持ちやすさだったり付け外しのしやすさって意味でもかなりトップクラスに使いやすいバッグルです。こういったショルダーバッグってこういう風に腕や頭を通すと結構使い勝手が悪かったり、こういうキャップなんかをかぶっているとこうつばに干渉したりして使い勝手が悪いんですけど、こうさっと付け外しができるバッグルを使うことで肩にかけたり下ろしたりっていうのがしやすくなるのが非常にいいポイントだなと思います。ここからはこのアネックスキットについて少し不安だなと思う点を話していきます。1つ目はこの拡張スペースへのアクセスがちょっとだけしにくいっていうところです。ここのスペースはこの頂点のジッパーだけでなく、この上部からもダブルジッパーでアクセスできるので、中からこう取り出したりっていうのはそんなに大変じゃないんですけど、拡張コンパートメントのいいところとしてすぐに容量を大きくしたり小さくしたりできるっていうのがあると思います。もちろんこのアネックスキットもここにこのゴムの調整の仕組みがあるので、ここ膨らましたりしてもここのコードがパンパンに張ってしまうっていうことはないんですけど、この拡張スペースの調整に今までのクロスポットシリーズのようにワンステップでいけず1個段階をかませることによって少しだけ使いづらいと感じる人がいるかもしれません。現時点のサンプルではこのバンジーコードがどっかに縫い付けられてるっていう感じではなく、ここも結ばれてるだけですしループに通されてるだけなので、これ自体を全部取っ払ってしまうっていう方法もあると思いますが、そういうことあんましたくないっていう人にとってはちょっと気になるかもしれません。次の不安だなと思う点が iPad mini を入れることができないっていう点です。このぐらいのサイズ感で iPad mini を入れられるバッグってあんまないんですけど、結構街もあって容量もあるので、こういった小型タブレットをここに入れたいっていう人がもしかしたらいるかもしれません。この斜めに入れれば入んないこともないんですが、こうやって入れてしまうとこのバッグの良さがほとんどなくなってしまいますし、もちろんこの先ほど iPhone を入れたスペースに入れようとしてもこんな感じではみ出してしまいます。なので iPad mini 専用のバッグとしてこのアネックスキットを検討している人はちょっと気をつけた方がいいかもしれません。以上がこのアネックスライナー2とアネックスキットのファーストインプレッションでした。このアネックスライナー2に関しては前作が結構小さいなと思ってたのですごくいい進化だなと思いました。このアネックスキットに関しては全く新しい製品で、コードオブベルの中でも象徴的なロールデザインを継承したまんま別のアプローチで仕上がってきたっていう意味ではすごくテンションが上がる製品です。ただどちらも生粋のカバン好きだったり機能性オタクみたいな人にとってはいいバッグなんですが、最近結構多いミニマルで低価格帯みたいな路線とは本当に逆行してるブランドだと思うので、使う人はかなり選ぶんじゃないかなと思います。ちなみに僕はコードオブベルは以前から大好きで、このチャンネルではレビューしてないんですが、クロスタイプだったりこのクロスパックに
ハーネスキットをつけて使ったりもしてます。コードオブベルにはこのまんまミニマルとは逆路線でもっともっと新製品を出してほしいと思いました。以上になります。こんな感じでこのチャンネルではバグのレビューだったり生活に役立つ情報を発信しています。もう一つのチャンネルのイミグラムでは言葉では表現しきれないようなバグの魅力を 4K 映像で見ることができます。そっちの方ではこういう大きいサイズのコードオブベルの製品を動画でアップしているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。X、Instagram、TikTok もやっています。ぜひフォローをお願いします。また YouTube メンバーシップも始めました。僕の作ってるオリジナルのバックパックに興味がある人だったり、もっとこうしてほしいっていう意見があったり、応援したいっていう気持ちがある人は、ぜひ加入を検討してみてくれると嬉しいです。最後にこの動画が面白いと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。